不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。今回はある心霊系 YouTuber さんの若い頃に体験したお話です。その YouTuber さんは真夜中の散歩のよしぼんさんで、以下よしぼんさんを仮名ですが吉明さんとしておきます。吉明さんは小学校1年生の頃にご両親が離婚され、父親の両親、つまり吉明さんの父方の祖父母に引き取られたそうです。祖父母に引き取られてからは父親にも母親にも会うことはなくなり、事実上の音信不通になりました。そんなわけで吉明さんは祖父母が自分の両親のような感覚で育ったそうで、かなりのおばあちゃん子だったということでした。ただこの当時おばあさんは決して体調が良いわけではなかったのです。でも自分以外引き取り手のない孫の吉明さんを心配し、自分が面倒を見なくてはと無理をされていたそうです。さて吉明さんが小学校高学年の頃、後に吉明さんが心霊系の配信者になる動機づけにもなったあることが起きました。吉明さんのおばあさんはもともと信心深い方で、霊を信じる人でした。そういう方でしたから、近所に住む霊媒師とはかなりの交流がありました。吉明さんも何回かおばあさんに手を引かれて、その霊媒師のところを訪ねたことがあったといいます。そんなある日、吉明さんが学校から帰ってくると、おばあさんがひどく何かに嘆いていました。そのおばあさんの落ち込みようは尋常ではなく、涙を流しながら自分は騙されたと言ったそうです。おばあさんは以前霊の信頼していた近所の霊媒師からパワーストーンだという貴重な石をかなりの高額で購入していました。決して裕福とは言えない家でしたが、おばあさんは少しでも自分が健康になればと買ったようでした。ところがそのパワーストーンはとんでもないまがいもので、何の価値もない石でした。おばあさんは信じていた霊媒師に裏切られ、騙され悲しんでいました。吉明さんはそれ以来、霊能者、霊媒師、占い師などの類はほぼ信じず受け付けなくなったということでした。そして子供ながら霊の仕業だと言って高いお払い料を取る霊能者、霊媒師、祈祷師の類に、いつかそれがデタラメだということを証明してやると思ったそうです。それが後に心霊系の YouTuber になるきっかけでした。さてそれから月日は流れ、吉明さんは16歳になりました。その数年前から吉明さんは典型的な反抗期で、ご本人曰くグレていたということでした。当時の自分の写真を見ると、その目つきの悪さに自分でも驚くと言っていました。そして吉明さんは高校には進学せず働いていたそうです。ちょうどその頃からもともと悪かったおばあさんの体調はかなり悪化していました。それは目に見えてばかり、吉明さんもおばあさんを見るのがつらかったそうです。ところでその同時期に吉明さんは仕事の合間に中型のバイクの免許を取りに教習所に通い出していました。そして吉明さんが教習所に通い出して1ヶ月ぐらいした時に、おばあさんは病院に初めて入院することになりました。精密検査の結果、肺がんと診断され、それも末期で治療はほぼ手遅れでした。ただ病院側からはもっと早く診察を受けていたら結果はかなり違ったと言われ、ちょうど吉明さんを引き取り育てることになった頃に、おばあさんはすでに体調不良には気がついていたので、もしその時診察を受けて治療していれば完治した可能性が大きかったということでした。でもおばあさんは吉明さんの面倒を見れるのは自分しかいないと、吉明さんを育てることを選択しました。そんなことだったとはつゆ知らず、吉明さんはおばあさんが長くないのを分かっていたのに、病院には一切顔を出しませんでした。おじいさんからも散々もうあとどれくらい生きれるかわからないから会いに来いと言われていたのですが、
義明さんは絶対におばあさんには会いに行かなかったそうです。実は本心は心底会いに行きたかったのですが、おばあさんの痩せ細った姿を見て現実を直視することが怖かったのです。そういうわけで、会いに来いと言われれば言われるほど義明さんは反発し、反抗的にうるさいな、バイクの免許を取りに行くんで忙しいんだよ、などという冷たい言葉を平気で放っていました。そんなある日の夜のことでした。義明さんは不思議な夢を見たそうです。その夢の中では、義明さんはまだ小さく、おばあさんと手をつないでいました。そこは昔よくおばあさんに連れて行かれた遊園地でした。そして次々に昔おばあさんと一緒に手をつないで連れて行ってもらったところの場面が現れました。ああ、ここよく連れて行ってもらったな、とそう思いながら、義明さんは夢の中でずっと泣いていました。そして朝になり、目が覚めると、義明さんは不思議な気分だったそうです。子供の頃のばあちゃんとのおかしな夢見たなぁと思いました。そしてその次の日でした。義明さんはバイクの教習所に午前中の授業を受けに行きました。教習所までは原付で通っていたので、教習所の駐車場に原付を止めたそうです。そして義明さんが原付から降りたその瞬間でした。突然耳元で「義明」と自分の名前を呼ぶ声が聞こえたのです。それは紛れもなくおばあさんが自分の名前を呼ぶ声でした。義明さんは「え、まさかばあちゃん?」と驚いて辺りを見渡しましたが、もちろん誰もいません。入院しているはずのばあちゃんがここにいるわけないか。風の音かな。そう思ったと同時に、突然義明さんの携帯が鳴ったそうです。はっと我に返り、すぐに出てみると、それはおじいさんからで、今ばあちゃんが息を引き取った、そう言いました。義明さんの全身は凍りつき、いつの間にか目からは大粒の涙があふれていました。人生であんな大泣きをしたことはなかったそうです。あの時聞こえた義明という自分の名前を呼ぶ声は間違いなくおばあさんで、その直後に不法の電話が鳴ったことは最後に本当に別れを言いに来ていたのだなと思ったそうです。義明さんは今でも後悔していることは、なぜ最後に入院先のおばあさんに会いに行かなかったのかということで、前日に不思議な夢を見た時にもう時間がないと気づくべきだったと思うそうです。この後悔は今でも消えることがないということでした。そしておばあさんが亡くなった1年後、義明さんのおじいさんも後を追うように亡くなったということでした。さて余談ですが、義明さんは祖父母の葬儀で十数年ぶりに父親と再会しましたが、父親がおじいさんの家を相続し、第三者に売却したため、義明さんは家を追い出されることになりました。でもこれはただの苦労話ではなく、15年後、義明さん、つまり義盆さんは、その家にまつわるとても不可思議な出来事に遭遇することになります。いつかそれも配信できればと思っています。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。